1998年、埼玉県の銀行員が担当顧客の老夫婦2人を自宅で絞殺した事件があるのだ。それが富士銀行行員顧客殺人事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回は銀行員が浮き出しという不正行為の発覚を恐れるあまり、長年の顧客だった老夫婦を手にかけた事件を解説するのだ。信頼していた銀行員に命を奪われるなんてあまりにも理不尽な話で、被害者の夫は視覚障害を持っていたのだ。その目の前で妻が殺されるというあまりに残酷な現場だったのだ。目の前で？それは想像するだけで言葉も出ないわ。犯人はなぜ5700万円もの顧客の預金を勝手に使い込み、そして殺害という最悪の選択をしたのかのだ。動機の背景にはバブル崩壊後の銀行業界の歪みもあったのよね。後半では僕止めたんで、犯人がなぜ証拠隠滅のために人命を奪うという判断に至ったのか、その心理と社会的背景について深く考えていくのだ。事実の裏に潜む構造的な問題についてもきちんと向き合っていきたいわ。この事件は1999年に無期懲役判決が下されているのだ。しかし判決だけでは語りきれない部分が多く残っているのだ。被害者のご夫婦のことを忘れないためにもしっかり見ていきたいわ。事件の全貌から犯人の行動、そして証拠隠滅の試みまで丁寧に解説していくのだ。最後まで見ていただけると嬉しいわ。楽しんでほしいのだ。それじゃ始めましょう。まず被害者のご夫婦について紹介したいのだ。被害に遭ったのは埼玉県南埼玉郡宮代町に住む老夫婦で、夫の A1 さんと妻の A2 さんなのだ。宮代町といえばのどかな住宅地のイメージがあるわ。そんな場所で事件は起きたのね。 A2 さんは当時60代の主婦で、近所の人々からはいつも笑顔で穏やかな方だったと語られているのだ。夫の A1 さんは視覚障害を持っており、A2 さんが日々の生活を支える仲睦まじい夫婦として知られていたのだ。視覚障害を持つ夫を献身的に支えていた妻だったのね。本当に胸が痛くなるわ。近隣住民によると、事件の数日前にも A2 さんは玄関先で近所の方と楽しそうに言葉を交わしており、来週また話しましょうねと笑顔で言い残していたそうなのだ。その言葉がご近所の方にとって最後の会話になってしまったのだ。来週また話しましょうという言葉が最後になってしまったなんて本当に辛いわ。では次に犯人王とご夫婦の関係史を説明するのだ。犯人王、当時31歳は埼玉県内の富士銀行に勤める銀行員で、このご夫婦の担当行員だったのだ。担当行員、つまりご夫婦にとっては信頼して預金を預けていた相手だったということよね。そうなのだ。王とご夫婦の関係は銀行の顧客として始まったごく普通のものだったのだ。ご夫婦は富士銀行に多額の定期預金を持っており、王はその担当として足しげく自宅を訪問していたのだ。銀行員が顧客宅を訪問することは珍しくないわよね。その時点では普通の関係だったということね。転機となったのは1997年。バブル崩壊後の銀行が貸しぶりを強めていた時代のことなのだ。王は春日部市内の運送業者から融資を強く求められていたが、その業者は富士銀行の融資基準を満たしていなかったのだ。融資基準を満たさない業者への融資を求められて板挟みになっていたということかしら。そこで王が取った行動が浮き出しと呼ばれる違法行為なのだ。王はご夫婦に半年ものの特別に有利な定期預金が出ましたと嘘をついて預金通帳と印鑑を預かってしまったのだ。担当銀行員を信頼していたから通帳と印鑑を預けたというのに、最初から騙すつもりだったのね。許せないわ。王はその通帳と印鑑を使い、ご夫婦の定期預金5700万円を引き出したのだ。そして銀行を通さず自分の判断で運送業者など2社に融資するという大胆な不正を行ったのだ。5700万円ですって。ご夫婦の老後の蓄えが丸ごと使われてしまったということね。しかしその後、融資先の運送業者が倒産してしまい、貸したお金は回収不能になってしまったのだ。王は2500万円もの債務を個人で抱えることになり、返済のあてもない状況に追い詰められていったのだ。自分の不正がきっかけとはいえ追い詰められていったのね。でもそれはご夫婦には何の責任もないことだわ。王はご夫婦に自分の名刺の裏に1998年7月2日に持参しますと書いて返済を約束したのだ。しかし返済のめどは全く立っていなかったのだ。名刺の裏に返済日を書いて渡すなんて、その時点でご夫婦は王を信じていたということね。そして運命の分岐点が訪れるのだ。返済期日の前日、1998年7月1日のことなのだ。王は富士銀行から本店融資部への異動の内示を受けたのだ。栄転の知らせを受けたということ？普通なら喜ぶべき出来事のはずだわ。一般的には出世コースとされる栄転の内示だったのだ。しかし王にとってこれは浮き出しの発覚を意味する死刑宣告に等しかったのだ。担当支店を離れれば引き継ぎの過程で不正が明らかになるのは時間の問題だったのだ。出世を喜ぶどころか自分の不正が暴かれることへの恐怖に変わってしまったので、それがご夫婦の命を奪う動機になったということ？王はその夜、
不正をもみ消すためにご夫婦を殺害することを決意したのだ。唯一の証人であるご夫婦を消してしまえば浮き出しの事実は闇に葬れると考えたのだ。お金を騙し取った上にそれを隠すために命まで奪おうとしたということよね。あまりにも身勝手すぎるわ。事件当日1998年7月2日午前11時頃のことなのだ。宮代町東姫宮1丁目にあるご夫婦の自宅は閑静な住宅地の一角に立つ一軒家だったのだ。周囲は落ち着いた住宅が並び、平日の昼間は人通りも少なかったのだ。何の変哲もない普通の朝の住宅街であんな悲劇が起きたのね。王は担当行員として何度も足を運んでいたため、ご夫婦も警戒することなく自宅に迎え入れたのだ。室内は整然としており、リビングにはいつもの日常の空気が漂っていたのだ。顔なじみの銀行員だから安心して招き入れてしまった。その信頼を利用されたのね。王はあらかじめ用意していた紐を取り出し、まずエイニさんの背後に回り込んだのだ。エイニさんが声を上げる間もなく、王は紐をエイニさんの首に巻きつけ、全体重をかけて絞り上げたのだ。視覚障害を持つエイイチさんは妻の異変を声で察知し、どうしたんだと叫びながら手探りで妻に近づこうとしたのだ。しかしエイイチさんには状況を視認する手段がなく、妻が何者かに絞め殺されていく瞬間を目の前にいながら救うことができなかったのだ。エイニさんの体から力が抜けていき、やがて室内に静寂が訪れたのだ。王はその場でエイニさんが息絶えたことを確認したのだ。その直後、王はエイイチさんへと向き直り、同じように紐を用いてエイイチさんの命も奪ったのだ。目が見えないにもかかわらず最後まで妻の名を呼んでいたとも伝えられているのだ。こうして1998年7月2日午前11時過ぎ、2人の老人が自宅リビングで命を落としたのだ。言葉が出てこないわ。目の前で妻を助けられなかったエイイチさんの恐怖と絶望を思うと胸が締め付けられるわ。2人の命を奪った後、王はその場をすぐには立ち去らなかったのだ。ここが証拠隠滅フラグが示す通り、王が周到に行動していた点なのだ。犯行後も室内に留まっていたということ？王は室内を物色し、エイチ夫妻の通帳や印鑑、そして浮き出しに関係する書類や証拠となりうる物品を持ち去ったのだ。発覚した際の報道では、室内を物色した形跡があったと埼玉新聞が報じているのだ。さらに王は自分が訪問した痕跡を消すために室内の状況を整え直し、まるで外部の侵入者による犯行に見えるよう細工を施したと伝えられているのだ。銀行員として顧客の信頼を得た立場を使って殺害し、さらに証拠まで隠滅しようとしたので許せないわ。王が夫妻の自宅を後にしたのは犯行から30分以上経過した後だったと報じられているのだ。その日の午後、王は何事もなかったように銀行に戻ったとされているのだ。銀行に戻ったの？2人を殺した後に？そうなのだ。王は通常業務をこなし、同僚にも栄転の話をしていたと伝えられているのだ。内側では2人の命を奪った直後だというのに、外からは全く普通の銀行員に見えていたのだ。遺体が発見されたのは事件から2日後の7月4日のことなのだ。近隣住民がしばらく姿を見ていないと不審に思い、様子を見に行ったところ、リビングで夫妻が亡くなっているのを発見したと報じられているのだ。2日間も誰にも気づかれなかったのね。やりきれない思いがするわ。第一発見者となった近隣住民は仲の良いご夫婦だったのにと声を震わせていたと伝えられているのだ。首に絞められた跡があり、現場は明らかに他殺と判断されたのだ。埼玉県警捜査一課と杉戸警察署は捜査本部を設置し、夫妻の取引先として頻繁に自宅を訪れていたに目をつけたのだ。すぐにが疑われたということ？返済期日が事件当日と一致していたこと、そして夫妻の預金が大量に引き出されていた事実が捜査線上に浮かんだのだ。7月9日は逮捕されたのだ。逮捕時、王は預金1000万円を流用し穴埋めができなかったと供述したと埼玉新聞が報じているのだ。実際には流用額はさらに大きく、5700万円の定期預金を引き出し、2500万円超の債務を抱えていたのだ。最初から全部白状もしなかったので、それもまた証拠隠滅の延長みたいで腹立たしいわ。1998年9月28日に浦和地裁で初公判が開かれ、王は罪状を認めたのだ。読売新聞はこの日の様子を淡々と認否を述べたと伝えているのだ。裁判では浮き出しの発覚を防ぐためだけに2人の老人の命を奪った極めて自己中心的な犯行だと厳しく断じられたのだ。そうよ、自分の保身のためだけに何の罪もない老夫婦を手にかけたのよ。1999年9月29日、浦和地裁はに対して無期懲役の判決を言い渡したのだ。判決文では極めて自己中心的という言葉が使われ、極刑にためらいがあるとしながらも最も重い判決として無期懲役が選択されたのだ。埼玉新聞は翌30日の紙面で傍聴席で泣き崩れる遺族の姿と納得がいかない
という遺族の声を伝えているのだ。死刑ではなかったことへの怒りと悲しみがその言葉に全部込められているわね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず証拠隠滅という観点から考えてみたいのだ。ただ逃げようとしたのではなく、非常に周到に痕跡を消そうとしていたのだ。確かに名刺の裏に返済の約束を書いて渡しておきながらその日に殺害するなんて計画性があったわよね。返済期日の前日に栄転の内示を受け、翌朝には殺害に向かっているのだ。つまり一晩で口封じの決断をしていたということなのだ。たった一晩で人を殺す決断ができるって普通の人間の感覚じゃないわよね。しかも現場を物色した痕跡が残っていたのだ。これは証拠となる書類や通帳などを回収しようとした行動だと考えられるのだ。ただ逃げるだけじゃなくて証拠を物理的に消そうとしていたってこと？そうなのだ。発覚まで2日間誰にも気づかれなかったという事実も被害者夫婦の生活圏を熟知していたことを示しているのだ。担当顧客だから夫婦の生活パターンを知っていたのでそれを悪用したということか。そこで次にの心理構造そのものに目を向けてみたいのだ。僕は愛着の問題と自己保身の論理が得意な形で結びついていたと思うのだ。愛着の問題ってどういう意味で使っているの？顧客夫婦から定期預金5700万円を預かったのだ。この預かるという行為自体に信頼関係を利用する構造があるのだ。顧客との信頼関係を最初から食い物にしていたということよね。しかし同時に名刺の裏に返済を約束するメモを自ら書いて渡しているのだ。これは完全に切り捨てるつもりではなかったという矛盾を示しているのだ。返済するつもりもないのに約束だけ書く、それって自分自身を欺いていたってこと？僕はこう思うのだ。なんとかなるという根拠のない楽観と発覚への強烈な恐怖の間で長期間揺れ続けていたのだ。でもたらすきすぎただけじゃないの？つまり地位や評価への執着が強すぎて判断が歪んだというだけで特別な心理障害があったわけじゃないとも言えないかしら。その見方は重要なのだ。確かに優秀な銀行員という自己像への執着という説明だけでも成立するのだ。栄転の内示を受けた翌日に殺す決断をするって地位を守りたいという欲望がそれだけ強かったということよね。ただ僕が気になるのはその決断の速さなのだ。通常人型者の命を奪う決断には葛藤や逡巡が伴うはずなのだ。それが一晩でできてしまったということは何か特別な心理的構造があったと考えた方が自然ということ？そうなのだ。僕は境界性パーソナリティ障害の特徴との近似を感じるのだ。理想化と価値の切り下げが極端に素早く切り替わるという特徴なのだ。理想化と切り下げというのはどういう意味かしら？つまり信頼して預金を任せてくれた夫婦を守るべき顧客と見ていた状態から消すべき障害一晩で認識が切り替わったということなのだ。その切り替えの速さこそが老夫婦の命を軽くしたということよね。さらに妄想性障害の側面も考えられるのだ。浮き出しが発覚すれば全てが終わるという強烈な確信のもとで動いていたのだ。でも実際には発覚しても銀行員を続けられたケースだってあるわよね。解雇や訴追で済む可能性も十分あったわけだし。その通りなのだ。客観的に見れば他の選択肢があったのにはそれが見えなかった。この他の選択肢が消えるという認知の歪みが重要なのだ。選択肢が一つしか見えなくなってしまうという状態ね。愛着障害の観点からも考えられるのだ。銀行という組織の評価と自分の存在価値を完全に同一視していた可能性があるのだ。銀行員としての自分を失うことが自分そのものを失うことと同義だったということ？そうなのだ。その構造の中では老夫婦は自分の存在を消す脅威として歪んで映っていたかもしれないのだ。被害者の視点からすれば全く理不尽すぎるわよ。信頼した相手に命まで奪われるなんて。愛情と支配の混同というテーマで言えばの場合は対顧客という形でそれが現れていたのだ。信頼関係を親密さと錯覚しそれが崩れる恐怖が暴力へ転化したと見ることができるのだ。でもそれってストーカー殺人の構造に近くない？通常の金銭トラブルとは違う動機の層がある気がするわ。僕もそこが重要だと思うのだ。表層的な動機は浮き出しの発覚防止だがその奥には信頼という絆が壊れることへの耐性のなさがあったと思うのだ。つまりお金の問題と執着の問題が重なっていたってことよね。さらに言えば栄転という自分が認められた瞬間未殺意が確定したという点が非常に示唆的なのだ。成功と殺意が同時に発生したということ？それは奇妙な一致ね。僕はこう解釈するのだ。栄転によってこれ以上失えないという心理的敷地を超えたのだ。売れば得るほど失うことへの恐怖が増す構造なのだ。上に行けば行くほど落ちた時のダメージが大きいと感じる、そういう心理ね。そしてその恐怖の矛先が最も知っている存在であった老夫婦に向かったのだ。これが愛着と支配の混同が生む暴力の典型的な構造なのだ。知られているから消さなければならない、その論理が老夫婦を死に追いやったのね。僕はやっぱり
は境界性パーソナリティ的な認知の歪みと妄想的な破滅感、そして地位への過剰な自己同一化が重なった末に殺意に至ったのだと思うのだ。私も大筋では同じよ。ただそれが障害と呼べるかどうかより、そういう人間を銀行システムが長年見抜けなかったことの方が問題だとも感じているわ。次にこの事件が防げたかどうかというイフの話をしたいのだ。そうね、あの老夫婦が亡くなる前に何か手を打てるタイミングはなかったのかしら。まず最初の分岐点はが浮き出しを始めた1997年の時点なのだ。銀行内部の審査プロセスが正常に機能していれば、融資基準を満たさない業者への裏口融資はそこで止められていたのだ。内部統制の問題ね。一行員が5700万円もの定期預金を勝手に引き出してしまう環境自体がおかしいわよ。通帳と印鑑を預かった時点で銀行側が異常を検知できる仕組みがあれば、老夫婦への接触が深まる前に事態を断ち切れたのだと思うのだ。でも実際には誰も気づかなかった顧客との関係が信頼という名目で監視の目を曇らせていたとも言えるわね。次の分岐点は老夫婦が返済の名刺書きを受け取った後なのだ。あの段階で家族や第三者に相談していたら専門家の介入が生まれた可能性があるのだ。でも当時被害者の夫は視覚障害があって情報収集や相談の窓口へのアクセス自体が難しかったかもしれないわ。その点は重要なのだ。社会的に孤立しやすい立場にある人がまさに狙われやすいという構造がここにあるのだと思うのだ。加害者がそこを意識的に選んでいたとしたら、それはもっと根深い問題ね。意識的かどうかはわからないのだ。ただ返済を迫られにくい相手として老夫婦を選んでいた可能性は十分あると思うのだ。それが事実なら弱者を標的にした計算が働いていたということで、さらに悪質だわよね。次にストーカー規制法の限界という観点で考えてみたいのだ。この事件は1998年でストーカー規制法の成立は2000年なのだ。つまり当時はそもそもストーカー規制の法律自体が存在しなかったのね。そうなのだ。仮に法律があったとしても、この事件の構造はいわゆる恋愛感情由来のストーキングではなく、金銭的支配と秘密の共有関係を背景にしているのだ。ストーカー規制法は主に恋愛行為の感情を動機とする行為を対象にしているから、このケースにはそのままでは当てはまらないわね。そこに僕はこの事件の構造的な見えにくさがあると思うのだ。支配と秘密の共有が進めば進むほど第三者には信頼関係に見えてしまうのだ。被害者側も担当の銀行員として接していたわけだから、外からは普通の顧客関係にしか見えなかったはずよ。ストーカー規制法が仮に存在していても、この事件のような経済的支配を伴う一方的関係には適用が難しかったと思うのだ。法の網の目をすり抜ける形の危険な関係が社会にはまだたくさん存在しているかもしれないわ。そして最も根本的な問題として、なぜ被害者が逃げる側にならなければいけないかという問いに行き着くのだと思うのだ。本当にそうよ。加害者が追い詰めているのに、なぜ守られるべき側が身を隠さなければいけないのか、おかしいわよね。この事件でも老夫婦は信頼していた銀行員と思っていたのだ。だからまさか自分たちが危険にさらされているとは認識できなかったはずなのだ。危険を認識できなければ逃げるという選択肢すら浮かばないわね。それが一番残酷なことだと思うわ。被害者が逃げることを前提にした防犯の仕組みは被害者に過度な負担を押し付ける設計なのだと思うのだ。本来は加害者を早期に止める仕組みが先に整備されるべきなのだ。でも現実には加害者が問題のある人物として社会に認識されるのは重大事件が起きた後になることが多いわよね。のケースで言えば、銀行の内部で浮き出しの兆候を察知できる仕組み、顧客保護のためのチェック機能、そのどれかが働いていれば殺人には至らなかったのだと思うのだ。つまり組織のガバナンスの失敗が結果として老夫婦の命を奪う原因になったということね。そうなのだ。加害者個人の異常性だけを問題にしてもこの事件の再発防止にはならないのだ。組織が個人の逸脱を見抜けなかった構造こそ問い直さなければいけないのだと思うのだ。銀行というのは顧客の財産と信頼を預かる場所よ。その内側で起きた裏切りを組織が自浄できなかったことは深刻な問題だわよ。さらに言えば、昇進の内示という評価された瞬間が引き金になった点も組織の評価制度の在り方を問う問題なのだと思うのだ。出世するとそれまでの不正が暴かれるリスクが高まるという逆説ね。正しく評価されること自体が加害者を追い詰めた皮肉な構造だわ。それはつまり不正を抱えたまま組織の中に長くいられてしまったというシステムの失敗でもあるのだと思うのだ。もっと早い段階で不正が発覚していれば老夫婦は今も生きていたかもしれない。その可能性を思うと悔やんでも悔やみきれないわ。僕はやっぱりこの事件の本質は個人の凶暴性よりも組織的な監視の欠如と弱者が狙われやすい社会構造の問題だと思うのだ。私も同じよ。加害者を異常な一個人として切り離して終わりにするのではなく、
どんな仕組みがあれば止められたかを問い続けることが大切だわ。というわけで今回は富士銀行行員が担当顧客の老夫婦を殺害した事件を解説したのだ。どうだったメタン？改めて振り返ると、被害に遭ったのは何も悪いことをしていない老夫婦だったということが本当に悔しくてならないわ。加害者の不正を信じて疑わなかった2人がその誠実さゆえに命を奪われた。そして組織の監視が機能していれば防げた命だったという事実がずっと重く残るわね。視覚に障害を持つ夫の目の前で妻を奪われた悲しみ、そして自身も命を絶たれた老夫婦の無念はどれほどのものだったかと思うのだ。2人が最後まで信頼していた相手に裏切られたという事実を僕たちは絶対に忘れてはいけないのだ。どうか2人の魂が安らかであってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。